こんにちは、たかしです。本日は1月20日土曜日、週末ですので、来週22日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。現在ポンド円大枠ではこの平行チャンネルの中で動いていて、今チャンネル下限から上限まで到達した形です。ここ今現在がチャンネル上限ということは、ここから下落していく可能性があるというところですので、そこはご注意ください。しかもこの直近高値、黄色丸の高値っていうのを金曜日に若干上抜けて、そこから今気迷い線が出てきておりますので、今までの強い上昇もようやく終わりを迎えるのかなということも考えられます。もちろん基本的には買い足上昇トレンド中ですので、このまま上昇していく可能性もあるんですが、まず一旦はここでのダブルトップ、現在地というところでのダブルトップを考えておきたいですね。では4時間足です。4時間足は綺麗なトレンドを作って上昇してきております。ただし直近の動きを見てますと、ちょっとこの押しが浅いんですね。今までですとこういう風に押しを作ってきているんですが、直近の動き押しが浅くって上がるに上がりきれずというそんな印象を受けます。4時間足の GMMA に接触して上昇っていうことを繰り返してきてましたが、ここ直近ではそれができていないんですね。一旦 GMMA 付近まで押しをつけてくれれば、過去みたいにこういう上昇につながるんですが、今押しをつけずに上昇しようというそんな雰囲気も見て取れますので、もしこの状態でこのまま上昇するのであれば、どこかでまた大きく下落してくる可能性があるので、そこは注意が必要ですね。今は基本的に GMMA の青帯が追いついてくるのを待つ期間、もしくは GMMA の青帯に調整下落しているというそういう時間ですので、もう少しですね、ストキャスティクスもうちょっと下げる余地ありますよね。そして GMMA とも少し開いてますので、まずは GMMA 付近までの下落を待ちたい。そこからの次の反発っていうのをイメージしておくといいと思います。ただし先ほど言いましたように、今日足では大きなダブルトップを作るかというところにも来てますので、ここからの上昇は慎重にいった方がいいですね。もしかすると日足単位で大きな下落に入っていくということも考えられる、そういうトレンド転換が起こるかもしれないというポイントです。まずは GMMA の青帯付近まで下落してきて、そこからの次の上昇が直近高値、金曜日の高値を上抜けられるかどうか。上抜けられないとダブルトップを作って下落していくということも考えられますので、今日足では大きなダブルトップを作ろうかとしていますが、4時間足単位でも小さなダブルトップを作ってくる、そういう可能性も考えておきたいです。では1時間足です。1時間足では直近下落してきてほしいポイントを黄色のゾーンで作りました。だいたいこのあたりですね、186.2 から186.8 の間ぐらい、そのあたりまで一旦押しをつけてほしいかなと思っております。1時間足は4時間足と違って GMMA に沿って上昇してきているんですが、金曜日の動きを見ていると結構深めに押してきたんですね。GMMA に接触して上昇はしているんですが、ちょっとこの反発の上昇が弱いかなというところ、それからこの金曜日の下落、4時間足では結構大きな陰線になってますので、その辺も気になりますね。ここから上昇していけるのかなっていうのはちょっと疑わしくなってきてますので、この金曜日の大きめの下落から今上昇はしてますけれども、ちょっと上昇の勢いも足りない感じがしますので、もう一段下落してくる。そうするとこの黄色ゾーンぐらいまで下落しそうですね。そして今ストキャスティクスも高値圏にありますので、その辺の動きも見ておきたいですね。またこの黄色ゾーンぐらいまで下落してくれば、次4時間足の GMMA がこの辺りを通っているんですね。ですので、ここまで下落してくると次は4時間足単位の反発に入ってきますので、そこの動きも考えると月曜日こんな感じの動きをしてくる可能性があるのかなと。あくまで下落の一つのイメージですが、こういう風な動きをしてくる可能性があるとも思いますので、その辺の動きですね、月曜日初動の動きを見ておきたいですね。このまま上昇していくのであれば、金曜日高値を目指していくでしょうし、ここから下落していくのであれば、こういうピンクの矢印の動きをイメージしておくといいかもしれません。では次はドル円です。ドル円もポンド円と同じような日足の形をしてますね。ローソク足。今まで結構強めに上昇してきましたが、ようやくここで上げ止まったのかなという感じも受けます。このローソク足の形を見ていると一旦の下落をしそう。その場合は GMMA の青帯
帯と結構乖離があるんですね。今 GMMA の青帯を強く上抜けてきたんですが、押しをつけずに上昇してますので、一旦どこかで押しをつけに行くと思います。今回の下落でその押しを作るのかどうかはわかりませんが、まずは一旦いつ GMMA 付近まで下落してもおかしくない。そうすると145円台ぐらいまで下がってきますので、まずはその動きをイメージしておきたいですね。そこまで下がるかどうかわかりませんが、下がる可能性があるというところに現在はあります。ストキャスティクスも高値圏ですので、ここから一旦の調整下落を待ちたいところですね。ただその調整下落が過去の動きを見ていると結構浅めの調整、ちょっとこの乱高下はしてますが、この浅めの調整からまた再上昇してますので、今回も月曜日一旦調整下落はするけれども、GMMA まで下落せずに再び上昇していくということもありますので、基本的には買い足では上昇トレンド、ここはポンド円も一緒ですけれども、買い足が上昇トレンドを作っているということは基本的には押し目買いでやっていくのがトレードはやりやすいと思います。では4時間足です。こちらもポンド円と同じ感じですね。似たような形を描いております。上値が重そうだなというところと GMMA の青帯との乖離がありますので、今はその調整をしている、そういう時間と考えております。ストキャスティクスももう少し下げる余地がありますので、もうちょっとこの横横の動きを、今までみたいなこの横横の動きをするのか、それとも GMMA に接触するような一度ズドンと大きめの下落をしてくるのかというところを見ておきたいですね。基本は上昇トレンド、GMMA の青帯が上向きですので、その流れに沿ってトレードをしていくのがやりやすいと思いますので、今までみたいなこういう感じですね。GMMA に接触すると上昇、接触すると上昇っていうのを繰り返しておりますので、今回もそういう調整をしている期間ですので、この調整が終われば再び上昇していくのかなと。ただ金曜日とか木曜日のこの動きを見ていると、この調整をしながら GMMA に接触するのは結構時間がかかりそうですので、そうすると次の上昇は週半ば、水曜日とかそのくらいになってくる可能性がありますので、もしこういう金曜日とか木曜日みたいな分かりにくい動きをしているのであれば、トレードは控えていった方がいいかもしれないですね。それでは1時間足です。1時間足を見ているとかなり上値が重そうですよね。ここからダラダラと下落していくような、そんな印象も受けます。GMMA の青帯は現在まだかろうじて上向きですが、今までのこの上昇の角度に比べて、ここ木曜日金曜日の上昇っていうのが高値更新も一応はしてますけれども、やはりこの上昇の角度がだいぶ緩やかになってきてますので、そう考えるとここからダラダラと下落していくような、そういう印象も持てます。ただ先ほど言いましたように4時間足の GMMA がこの辺りを通ってまして、現在は GMMA、4時間足の GMMA までの調整の下落中ですので、1時間足では下落しそうですけれども、もしこれ下落してくれば、次4時間足の GMMA に接触して、また過去の動きみたいな、4時間足のところで説明したような過去のその上昇ですね、4時間足の GMMA に接触してからの上昇っていうのが起こってきますので、まず1時間足で現在の上昇トレンドを崩してきたとしても、すぐに4時間足の反発上昇が入ってくるんだということはお忘れのないようにお願いします。基本的には日足を見ていても4時間足を見ていてもまた上昇しそうな雰囲気は感じますので、もちろん高値超えをしてくるかどうかは分かりませんが、下がったところは買われやすいと思うんですね。それはポンド円も同じなんですが、ですのでまずは下がってくるのを待つですね。下がらずに上昇していった場合は、もちろんこのままどんどん上昇していくっていうことも考えられるんですが、そろそろ一旦の天井も近いんじゃないかなと思っておりますので、もし週明けどんどん上昇していった場合は、その流れにはついていかない方がいいかもしれない。押し目買いをするのであれば、下がるのを待って下がったところから拾っていくっていう、そういう考え方をしておくと安全にトレードができますので、今みたいなこういう浅めの押しから上昇しようとしているところは、上昇したとしてもその流れには乗らない方が安全だとは思います。もちろん買い足でトレードできそうなところがあれば短くトレードしていくっていうのもありですが、今は1時間足を見ていると一旦下落しそうに見えますし、下落したところは次4時間足の反発がすぐ入りそうなところですので、その辺の上位足の環境認識も同時にしておくとトレードはやりやすくなりそうですので、月曜日は一旦の下落を待つ。理想的なのがこの辺りですね。この赤い水平線ぐらいまで下落してくるのが理想的ではあるんですが、ちょっとそこまで下落すると次の上昇は上値が重くなりそうですので、このオレンジのラインぐらいでしょうか、 147.5 付近、その辺りまで一度押しをつけてくれると、ちょうどこの赤い水平線とオレンジの水平線のこの間付近のところに4時間足の GMMA が通ってますので、4時間足の GMMA に接触する動きをするのでしたら、このオレンジの水平線から赤い水平線の間で反発してくると思います。それ以上下落してくると逆に4時間足の GMMA を下抜けますので、そうすると大きく下落していくと思うんですね。それこそ最初に言いました日足の GMMA 付近まで戻していくっていうような、そういう動き方をしてくると思いますので、そうではなくまずはこの辺りですね、147.5 付近、その辺りで反発するのを見ておきたいので、ま
まずはそこまでの下落を月曜日に待って、その後の上昇の流れについていく、4時間足の上昇の流れについていくという考え方をしておくといいと思います。では本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートのメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。